ばんは、あきこです。今日は宇宙の法則についてお話ししたいと思います。私が、宇宙の法則にまず出会った、きっかけなんですけど、それは宇宙の法則を知りたいというよりも、引き寄せの法則、自分の現実をもっと良くしたいなと思って、思ったことを引き寄せたいっていうんですかね。自分の思ったことをもっともっと自分の現実にしていきたいと思っていて、その時に引き寄せの法則に出会ったんですけど、ハッピーちゃんの引き寄せとか、あとはエイブラハムとかですね。で、やっぱりその宇宙の法則、宇宙人の話とかね、なんだろう。なんかすごい納得できるんですよね。しかもすごい簡単でシンプルで、なんか今まで自分がいろんなこと学ぼうとしてきてたけど、なんかもっと簡単じゃんと思って、で、すごい好きになって、で、やってるんですけど、で、この世の仕組みですね。宇宙の法則で、この世の仕組み、自分自身でも分かっていたけど、本当にそれを言葉にして、くれてるのを見て、私は本当にすごい、なんだろう、やっぱりそうだったんだっていう確信になったんですけど、何が確信になったかっていうと、まず、星、空にはね、たくさん、夜、星を見て、たくさん星があると思うんですけど、その中の、地球っていうのは一つの惑星です。一つの惑星ですよね。で、全部だから、宇宙からできていて、いろんな星1億ぐらい、もっとあるか。すごいたくさん星ありますけど、全部宇宙からできています。で、地球はその中の一つの惑星であって、私たちはそこに住んでいるから、宇宙から私たちできてるんですよね。宇宙からね。そうで、宇宙っていうのは、神様とかこうやってお祈りしたりすると思うんですけど、私もインドに今行って、インドの人たちがお祈りしています。これは全部宇宙に対して祈ってる。一つの観念、宇宙の中の一つの観念に対して祈ってるっていう感じだと思うんですけど、宇宙に対して祈っているので、私たちは大元がね、同じところから来てるんですよね。ただいま。はいはい。Hello! そうそう。で、この宇宙、今この子供とかも来たから。似てる子でいい。いいよ。そう。子供はね、ほんと宇宙そのものなんですね。何が宇宙そのものかって言ったら、もう本当に無邪気で、そのまんまの、自分をね、こういう、なんかやってても、こう、平気で来ちゃうみたいな、全然気にしないじゃないですか。本当に宇宙そのものだから、ああいう感じで大人もいいんですよ、私たちも。だけど、地球の中の観念っていうのはすごい独特で、なんかあれダメこれダメすごいいっぱいあるじゃん。もう、ダメなことだらけみたいな。日本なんて特にね、ダメなことだらけすぎて、もう、動けないみたいになるじゃない？そう。それはね、やっぱりね、地球の中の勝手なルールなんですよ。見えている世界の中から真理を探そうとしているから、すごくやっぱりどんどんルール、あれダメ、これダメって感じになってるんだけど、宇宙の、法則、宇宙のルールってもしあるとしたら、全部 OK、全工程、全部 OK ですから、いやー、すごいんですよ。もう、全部 OK ってありえないからね、地球の中じゃ。ありえないと思ってたけど、宇宙が全部 OK で、あれだけたくさんある星全部 OK なわけだから、それに地球も当てはまる。で、地球の中でなんでうまくいかないかっていうと、その地球の中の勝手な観念が真実だと思ってみんな生きてきてるから、うまくいかないんですね。あれポンポコリンね。そう。勝手な観念が真実だと思っていると、うまくいかないのは当たり前だよね。だって宇宙の中の地球は星なわけだから、地球だけが特別じゃないんですよ。やっぱり宇宙と同じように、宇宙と同じようにすごいシンプルな法則が成り立っているってことですね。来ました。ラクシュニ様が。で、どんな法則で成り立ってるかっていうと、どんな法則で成り立ってるかと言いますとですね、見えている世界っていうのは、現実じゃないっていうか、この地球っていうのは、見え
目で見て、リアリティを持って感じるためにできている星なんですね。だから宇宙っていうのはまあ波動なんですよ。波動。波なんです。こう、なんだっけ、こう、蛇じゃない、なんだっけ、ミミズみたいなもんですよ。ミミズみたいな感じで、波動なんですね。で、その波動に、波動を私たちは生きてるわけだから、まあ、宇宙が波動だから、地球も同じように波動なんですけど、目で見ることによって、まあ、本当にこうリアリティを持って、で、こう、物をね、こうやって持つじゃん。持つともう、この食感じゃない、なんていうの、触った感覚、うん、それもすごい感じるじゃないですか。うん。それなんですよ。それもこの感覚を味わうために物質化っていう、ちょっとすごい特殊なことをしている星なんです。地球っていうのはね。でも、まあ、ルールとしては同じわけだから波動でできてるから、目で見えて、触ったりするっていうことは、本当はまあ真実ではないんですよね。何が真実かって言ったら、まあ自分の内側です。うん。だから例えば、人間関係とかでね、すごいこう、なんていうの、変な人がいっぱいいる。なんでかですかみたいな。もしそういうのがあったとしたら、もうあなたの内側から外に、あなたの波動が、だからそういうものが出ているってことですね。で、それなんでかっていうと、宇宙の法則っていうのは同じものを引き寄せますので、ラクちゃんにすいませんちょっと。まあいいや。そう、同じものを引き寄せるから、自分があの人嫌だって思ってる波動を出していたら、じゃあ違う人を連れて行きましょうっていう風な、今ならないんですよね。すごくシンプル。この人嫌だと思ったら、嫌な人もっと連れてくんですよ。そういう波動を自分が出してるわけだからね。引き寄せるの同じ。プラスとマイナスじゃなくて、マイナス、同じものです。同じものを連れてくるっていう感じ。それが現実になってるから、もし自分の現実がね、今きついんだったら、変な人がいっぱいいる。すごく今いいことが全然ない病気になってばっかりいるっていう現実がもしあるんだったら、あなたの中の心の中を変えないと、ずーっとそれが続いちゃうんですね。やだ、やだって思ってる自分の心の中があったら、同じ現実が続き続けるんですよ。そう。それがまあ引き寄せの、宇宙の引き寄せの法則です。同じものを引き寄せる。だから良くなりたいと思ったら、やっぱり自分が良くなりたいっていう楽しいと楽しいことを引き寄せる。そのままなので。だから子供とかっていうのは本当に自分ね、まあもう超ポジティブ、あんな感じで全然気にしないから、そうなると、やっぱりもう、いいことばっかり来るじゃないけどね。うん。でもやっぱこう人間、大人になってくると、そういうことがね、だんだんこう、周りのあれダメこれダメとかが多いから、その中で生きていて、だんだん苦しくなってきて、で、自分の中にもルール作っちゃったりしてね。がんじがらめの中で、ね、困ったりしてる時に、もう困ってる。そういう波動を出す。困ってることが来る。の繰り返しですね。ずっと繰り返しちゃうから。で、なんでこういう風になっちゃうかっていうと、やっぱりこう目で見てることが現実だって思っちゃうからね。今自分が出している波動、今ですよ。今出している波動があなたの未来を作りますので、私の未来を作りますので、今出している波動がどういう波動になってるかがすごく大事なんですね。で、まあ、じゃあどういう波動を出せばいいかっていうと、まあ、宇宙と同調する波動を出せばいいんですよ。で、宇宙と同調する波動っていうのはすごい難しそうですけど、すごい簡単です。なんかいろいろこうワクワク、喜びとか言うけど、それはすごい、いきなりこう、ちょっと私みたいなテンションだと、ほんと普通だからね。いつもこんな感じだから、こっからいきなり喜びとかだと、みたいな感じなんですね。なんか、安心がいいんです。安心ほっとする。安心ほっとする波動を出している時に、が宇宙に同調してるって思っていただくといいと思うんですね。安心ってすごいあるじゃん。安心、なんか、親のこと考えて安心するとか、コーヒー飲んで安心するとか、なんか、ぐっすり眠れてよかったとかね。お風呂に入って気持ちいいとか、なんかもうほんとそれでいいんです。そういう感じの波動を、なるべく長く、一日の中で持てるようにする。それが宇宙に同調してる
状態ですので、なんていうのかな。特別なこと、引き寄せをするためにこう、ワクワクしなくちゃとかね。そういうの結構大変だから、無理に願望をの方をやるんじゃなくて、まずは、自分自身の波動を安定させるために、安心する、ほっとする、波動を出していくっていうのがまず大前提ですね。波動を出していって、これが宇宙に調和してる、ハイヤーセルフに乗っている波動だから、いつもだから私こんな感じで普通なんですよ。みたいな感じなんですけど、そう、こう一喜一憂するじゃない。目で見えてることを現実だって思うと、どうしよう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 、ばっかりな。私もそうだったし、違うんですよ。もうそこから一歩離れて、いいんです、見て。もう入りたければ入ってもいいけど、もう私も入りたくないんですよ。目で見えてるものが現実じゃないって分かっちゃったからね。そうなんです。で、その後ですね、どうやって引き寄せやっていくかっていうのは、次回またご紹介しますけど、とにかく目で見えていることは、その中に入りすぎない。だから自分の心の中が映し出されているだけですから、あれもこれもって思うかもしれないけど、そうなんです。誰かの、観念っていうのかな。誰かの思っていたこととかが、例えばこう、なんていうのかな。物質になってるわけだから。で、人間関係とかは特にですね。人間関係とか、あとは自分の今の現実、お金のこととか、生活のこととか、そういうものは全部自分の中の考え方、観念がそのままそこに映し出されてるんですよね。だからそこを変えたいと思うんだったら、今の自分の波動を宇宙にまず同調させるようにしてみてください。次はね、どうやって引き寄せやるかとか、あとはその観念のことを、この間バシャールのやつ見ててすごいやっぱり、観念、自分の考え方とか癖に気がつくだけで、その癖っていうのは、そうだ、これも一つじゃあ言っちゃおうかな。観念に癖とかに気がつくだけで、その観念はね、消滅するんですよ。だから、私が例えば、私はすごい、考え方で、全然成功できないって思ってるタイプだとするじゃないですか。そうすると成功できない現実が作り出されるんですね。それぐらい観念っていうのはすごい大きなもので、全てを作り上げているもの、自分の中の、全てを作り上げているものですので、そういう観念があったらそういう現実ができちゃうんだけど、私は成功はできないって思ってるなっていうことに自分が気がつくと、地球の中だと今度はそれをね、なんとかしよう。私はいつも成功はできないって思ってるから、別のことを、学ばなくちゃとか、あれやんなくちゃ、これやんなくちゃって思いがちだと思うんですけど、そうじゃないんですよ。もう気がつくだけでいいんですって。気がついたらもうそれは消滅しちゃうから、それはね、もうね、なくなっちゃうんですって。そう。だから気がついたらもうそれで終わりって感じですね。それだけでいいんですって。だから、すごい、だから本当にシンプルにできてるんだなと思って、めっちゃくちゃだなと思って、地球の考え方ちょっとめっちゃくちゃじゃないみたいな。何これ石そう、今日ね、インドの建国記念日だっけなんか大事な日なんですよね。これインドの、これ。そうだけど、雷で死んじゃった人いたから、中止になったりしていろいろ、これね。そう。っていうことなんですよね。だから宇宙の法則っていうのは本当に、私もインドの哲学とか宗教の本とか、インドに関わってたから、そういうことが書いてあったんだけど、もっとシンプルなんだなと思って、この世は幻想なのは分かっていたけど、本当だし、祈っている神様と自分自身っていうのは同じなんですよ。これがすごいね。毎回もう旦那さんにも言っちゃうもんね。同じ自分に祈ってんだよ。言っちゃう。これが分かっちゃうと本当に
物の見方がガラッと変わっちゃうからね。まあ、こういうことをまた発信していきます。ではでは。